リグランドドジョンです。今回はこちら JWC からやっていきたいと思います。クラッチャンオミノス戦60点でパーフェクトゲームというところで、今回はね、かなりね、レベルの高いいいアタック多かったんですけど、今回クイヒーに絞って紹介していこうかなと思います。クイヒーのアタックもね、この環境かなり増えてまして、トータルで言うと10何本かの全開が、20分のね、10何本かの全開がクイヒーでの全開でした。その中からまた絞ってね、紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。さあ、早速やっていきましょう。カズマくんから。これがね、カズマスタイルのウッドランチャークエイクのあれだったんですが、ランチャークイヒ生みの親ですからね、いろんなパターンを持ってて、おでんつけてね、最近だと、ヒーラーをつけずにやっていくみたいな、全ヒーローぶっ破してからみたいな作り方もしてますが、今回はオーソドックスな形で、ギリギリの HP ですが、スケルトンの呪文を置いて、この辺モノリスのターゲットも取りつつ、テスラも起こしたりとかやりつつ、ランチャーのダメージだけでだいぶ伸びてますね。クイヒーの方もしっかりレイジを置いて、マルチ、モノリスのところをウッドランチャーのみでぶっ飛ばしていくと。奥のテスラまでこれスケルトンの呪文でね、降り切れてるの強いですね。そしてこのウォールブレーカーをウッドランチャーに入れてたことで、イエティたちが合流してきます。これ強すぎる。ポイズンターのタゲもしっかりイエティの方で吸いつつ、援軍まで寄って少しだけ釣っていく。ここをイエティで援軍を呼んでいって、ここからウォールブレーカーつけつつ、ストライカーに振り、ウォールブレーカーでも援軍を釣っていく。いや、素晴らしすぎる。残った外周部っていうところをバルキリーだったりウィザード、バルーンを使って外周部切っていって、これまだクイヒーとシューターとね、キングぐらいしか使ってないですからね、まともなユニット。いや、強いな。レイジを置いてロイヤルチャンピオン使って、ここからもうタウンホールの方にね、クイーンが誘導できそうなので、ラバルパートを進めていく形になります。トームはね、このロイちゃんも巻き込んでトーム打てればという形なので、ウォーデンがしっかりスライドしてくれるところを待ちたいんですが、なかなか合わず。さあ、ここです。ロイヤルチャンピオンがね、動いてくれたので、ここヘイスト一気のトーム。相手のキングの方をストライカーでボコボコしていきつつ、このままヘイストに乗って、ストライカーがロイヤルチャンピオンの方まで貫通していって、さあ、奥にフリーズ。まだレイジ・インビジブルが1枚ずつ残って、クイーンもクロークが残っているというところ、めちゃくちゃに強い。さあ、12時レイジを置きつつ、ぐるっと囲っていってのフィニッシュ。いや、さすがですね。めちゃくちゃ強い。ああ、さす。そしたらクラウス見ていこうかなと思うんですが、クラウスもクイヒーで、今回今、バスターに変わるんですけど、バスターの使い方がね、めちゃめちゃ強かったですね。さあ、バスターに切り替わっていって。まずはクイヒーを6時からスタートしていきます。ジャンプ入りのクイヒーっていうのもね、なかなか選ばれ、なんか発想として呪文1枠、2枠分がね、レイジではなくジャンプに変わっちゃうので、防衛側の発想に少ないところだと思うので、キングをこの投石区画が、投石じゃない、クロス区画にぶち込んでいって、この辺の防衛セットを蹴っていきながら、クイヒーの方をこの投石区画に入れていく。これうまい。そして残ったこのマルチ IT のところ、イーグルのところをバスターでゴリゴリ進めていくというところ。キングランチャーでやろうとした時にね、残ってるこっちの3時4時の方の防衛節からも殴られてしまうし、マルチ IT からの攻撃も受けちゃうっていうところでね、ウッドランチャーではなくてバスターの選択でここを崩っていくような流れ。ロイヤルチャンピオンを使ってこのマルチ区画を突破していこうという形ですかね。出てきたところ、フリーズ、アイゴレが、イエティの方で処理ができました。クイーンちょっと重いんだけど、ロイヤルチャンピオンがね、このマルチまで突破できなかったので、ヘイストバルーンでのリカバリー。クイーンはタウンホールのところまで届かせまして、レイジも乗ってイエティもね、ターゲットをぶらしてくれてるので、
ブロック温存できてますね。下から、ラバルパート、ラバストライカートーム、クイーンはこっちクロック合わせたい。大丈夫か？ OK。で、レイジもかけていって、ヒーラーの回復能力を上げていく。そしてモノリスフリーズかけていくことで、なんとかモノリスまで。ノロノロ効果が。タウンポイズン強すぎる。突破はできない。が、もうバルーンがそこまで迫ってきてます。くじ回収を入れつつ、一気の全開。ナイスフリーズ。作り方がうまかったですね、プランニングの。このバスターの使い方うまい。このキングとね、クイヒーのね、活かし方っていうと、非常に良かったですね。回収していっての全開。いろんな、今日はね、いろんなクイヒーでの全開が見れます。そしたら自分のアタック見ていこうかなと思うんですが、クイヒーのドラゴンライダーパッですね。これね、攻めててびっくりしたんですけど、お前、こんなとこまで来るのかっていう展開になります。クイヒーをくじ流しつつ、ジャイスケルトン、アイゴレ、ヒーローブッパ。この展開でね、モノリスがね、なぜかキング殴ってるんですよね。アイゴレもストライカーもね、スケルトンも置いてるんですけど、それに気づいてフィスト、ストライカー、ロイヤルチャンピオン、トームで一気にごまかしていきます。キングがね、もうちょい生きてくれればね、ちょっと削られすぎちゃいましたね。で、もともとやろうと決めていた12時カットのドラゴンライダー。これ対空砲だったりで、ロイヤルチャンピオンとドラゴンライダー一体合流しつつ、中心部の方はね、このイエティパートでね、見るって決めてたので、キングの方も合流して結構伸びてくれてますね。さあ、クイヒーパートは想定通り。で、この投石が残るんで、投石に1体、ドラゴンライダーを後で刺すような感じです。で、上の方もね、ロイヤルチャンピオンしっかり貫通で伸びてるので、ドラゴンライダーと合わせつつ。で、残ったアーチャーターンにバルーン刺そうと思ったら、ホーミングだったり、テスラだったり、一応剣なので全く一応剣なのにリプレイ見てないところが出ましたね。あ、そんなところに出てくるんだと思って。さあ、びっくりです。ここ、ドラゴンライダー刺そうと思ってね、タイミング見計らってたらね、上の12時に出したドラゴンライダーとね、おでんがね、こんなところまでね、たどり着いてくれました。こっちの投石を追って、こっちの投石まで大遠征。いや、でかすぎる、これは。思わぬ誤算だったんですけど、もう残ったところね、ドラゴンライダー展開する前にもうクイヒーだけで貫通ができちゃいそう。あとはもう本当に時間だけというところでね、ゆっくりやってれば勝手に全開になるなというところ。呪文もね、レイジ3発、フリーズ3発残ってる状況だったんで勝ち確でしたね。あとはしばらく見てます。入るな。ここゆっくり見つつ、レイジ置いて、まだまだレイジあるんでね。あとはこいつだけですね。ここにフリーズ合わせて、グラからドラゴンライダー。対空砲にもフリーズ合わせてって形で、レイジまでそっち置いちゃって、クイヒーの方大丈夫ですかね。これで全開と。サージカルドラゴンライダーで11で出して裏のね、細かい残ったところを、ドラゴンライダーパートで削っていくみたいな感じで考えてたんですけど、思わぬ貫通力を見せてくれたことで圧倒的全開ですね。クイヒーだけでほぼ勝負がついた形かなと思います。さあ、リンリン。クイラバにロケバル2体入った形ですね。突撃艦に切り替えていって、キングとクイヒーを3時のところから始めていって、キングでこのね、マルチとか、この対地クロスのところまで誘導していきます。うまい。対地クロスのタグをね、クイーンに拾ってることで、キングへの被弾が少なくなりつつ、ロケバルここをアーチャータワーまで刺すことで、ちょっと内側の方にね、入れていく。外周膨らまないように作っていきつつ、ベビドラカットと。ホーミングチェックのバルーンも入れて、マルチ IT がね、そろそろかかってくるところなんですけど、一旦ここ、スケルトンの呪文が、リクスキがね、時間作ってくれたおかげで、フィストでブラして届いていく。ナイスキングですね、これ。上の方も、
イエティを使うことでサイドカットケアして援軍細かいところ、ボールブレーカー使ってこれタウンホールの方まで誘導していきます。7系。いいルート。タウンの方はもうこのままね、食い引いて見ていく流れになるので放置と。ヒーローレベルがね、80レベと82レベということで全然まだ育ってない。ロイちゃんも30ですね。さあ、全部っぱトーム。イーグルの方はね、クイーンで打てるんだけど、このマルチ IT っていうのが打てないので、そこに対して突撃感を合わせていくと。で、残ったところをラバルで回収っていう流れで。もうラバルパートに関してはね、もう全部バルーンとか一気に最初にドカーンってぶっ飛ばしてるので、技術がほとんどいらないような形。全部のユニットをトームに合わせるだけというところで、クイヒーパートのあれと、操作性のところもね、コントロールして、大量のバルーンがぐるぐる歩いていく。クイヒーの方がしっかり、タウンホールまで貫通してって、あとはこのバルーンとロイヤルチャンピオンの行列です。強い。いや、もうこれはもうプラン勝ちみたいなところもあるね、しっかり。このキングをね、ここまで伸ばしたのと、真ん中突撃感っていうところと、ウォールブレーカーでの、タウンまでの道を作ったところがね、前回までの、ことだったというか、余力もたっぷりで前回です。バーサス。さあ、GS のリュウタくんですね。ウィラバ。6時から、対策陣っぽいやつなんですけど、対策陣ですね。解放カット入れウォールブレーカーカットを。さあ、もうこれは、ブロークが出てしまうぞ。アタイック砲が近いところだったんで、なかなかヒーラー出せずというところで、ブロークとレイジが被りましたね。ただ、ロケバル使って、これテスラモリ、カットしていきます。キングベビー使って、なんか、入れ方的に、富士の方から入れたかったっぽい動きには見えるんですが、陸おでん型ですね。ストライカーまで添えてって、フリーズ置いて、ちょっとトームまでの時間を作りつつ、フィスト使っての一気のトーム、クイーンの方もね、ちょっと HP ギリギリでやばいんですが、ポイズの早打ちの、ランチャーの方もしっかりトーム入ってるので、仕事してますね。ジュモンターの方もインビジブルなんですけど、解除しつつ、このスニゴブ強い。ランジョを削って。おでんがイエティに食って、ジュモンター削ってくれましたね。で、ホーミングチェックのバルーンと合わせて、このままタウンホール区画に入れていく。さあ、ロイヤルチャンピオンの方もインビジブル使っていって、宝石も振り切り。マルチ IT まで伸びれば強いんですが、さすがにそれはモノリスが届くところというところで。さあ、アーチャータワーしかね、空に反応する防衛施設がないので、上側アーチャータワー優先で降りつつ、ラバハウンドを中心と。ような流れ。これはもう本当に空罠解除みたいな意味合いで使われてますね。モノリスのターゲットを拾いつつ、ヘイストをマルチ IT で。マルチまでかかってるとつら。さあ、そのまま駆け抜けていって、ピヨーンとモノリスのところまで。あとはバルーンとクイーンが合流してってのは全開です。もうリコーデン型もね、結構、とっさでのアドリブ力って結構大事には当然なるんですけど、どのプランもそうか。よりなんか、入りというか形が大事になってくる戦術の一つですね。オデヒーとかスーパーボーラーとか同じで、ルート上の、ルートが強いかどうかみたいなのが非常に大事になってくる。支援。ダーケスト無残いた人っすね、昔。メガネかけてて、世界大会予選とかまで出てましたね。ボールブレーカー5枚型というところ。
まずは1枚、投石前に開けつつ、左からも来て出口作った感じなのかな、これは。それとも、マルチ IT を作ったのか。レイジをきつつ、ホーミングチェックのバルーンもしっかり届かせていって、キングパート。投石の方も穴開け、ホーミングチェックももう一回やっていく。綺麗にホーミングです。キングをこのマルチ IT に入れたかったような感じになりますね。割とオーソドックスな食い火になってるのかなと思います。さあ、レイジをいって、ベビードラもフォローしつつ、さあ、援軍はアイゴレというところ。落ち着いてここは勝利がですね。というようなキング。さあ、6軸角がキングのみでぶっ飛ばすことができて、ホーミングチェックのバルーンもこのタイミングで投げていく。あとこれね、対地クロスを削ってからのエアスイ右付け、ウォールブレーカーが来るかな。来ましたね。この角度のウォールブレーカーが強い。と、ドカンと、いろんなとこに行ける穴が開きました。さあ、ボマー使いつつのラバルが9時から登場。フリーズが2枚あるんで、1枚は、1枚多分、どうだろうな。そうだね。9時打っていい感じになる。さあ、ここで一気のトームです。タウンホールの方もしっかりクイーンが打ちつつ、ストライカーがクイーンまで届いたので、クイーン処理できそうですね。中心部の方にはクイーン入らなかったんですけど、バルの方で落とせそう。さあ、これはポイズンリザードが採用されているのが偉い。相手のクイーン残ったところをポイズンリザードが勝利していきつつ、インビジブルで一旦これはクロークまでの時間を稼いで、裏の対地クロス、おでんゾーンにフリーズ合わせつつ、クローク合わせて全開。ちょっとユニットは最後落ちてしまってるんですけど、これも非常に PS 高いアタックでしたね。今日のね、クイヒーはね、どのアタックも本当にレベルが高いです。非常に勉強になる回かなと思います。もう一本リンク。やりたげしつつのシューター手前セット。で、もう一回次のターゲットが入ってもいいようにバルーンを使っていって、シューターが落としきる。さあ、隣からクイヒーも一緒にセットです。これによってね、シューターがだいぶ投石だったり、この辺まで一気に伸びてきそうな感じですね。さあ、火力が高いところ、ここは一度インビジブル。1クロスをレイジで折り切りつつ、ホーミングチェックのバルーンも合わせて。ナイス。で、ウォールブレーカー中心部、うまい。アーチャーも処理していく。逆サイドもウォールブレーカーつけていって、もう絶対に中心部通すんだという強い意志が見えますね。キングにキング、ロイヤルチャンピオン、ストライカーを合わせて、クイヒーが真ん中貫通。シューターがね、しっかりこっちの下の投石の区画を削ることができるので、クイヒーがきっちり中心を通るところ。あとはタウンラバルとかで合わせていけば OK と。早めのフィストを使って、ロイヤルチャンピオンより前にキングが入るような形を作って、クイーン処理までキングでできて、投石の方も、これフェニックスもついてるので、合わせられそうですね。これクロークかな？クイーンクロークで相手のロイちゃんも処理していきつつ、モノリスからのターゲットもかわして、レイジタワーとかもあるんですが、ここはフリーズはタウンホールの方、モノリスの方はギリギリですが間に合って、折り切り。もう一回インビジブルのところ、タウンホールのところフリーズ。もう一回打つかな？もう一回打っていって、レイジからのナイストーム。いやー、強いな。これめちゃくちゃ強いね。ルート取りが完璧。さあ、かなりの余力を残しての前回ガーサス。シューターのね、タゲが入らないように。浅いんですけど、左タゲからのっていうのはなかなかうまかったですね。本日ラストスタドラさん、クイヒーラバル。
ランク比だった気がしますね。これはこの配置は俺もなんかタンク比めっていけそうだなと思って見てたやつだったので、似たようなことかな。キング誘導を6時の区画に入れつつ、逆サイドをシューター。もうこれもさっきのアタックと似てますね。片方をキングで見て、片方をシューターで、真ん中をクイーン。クイーンって基本そういう形が最近だと流行ってるので、テンプレートの使い方の一つかなと思います。シングル IT、一度フリー。早めにフィスター使っていかないとね、ヒーラーへの被弾も入ってしまうので、一気に折り切りつつ、ダウンホールにインビジブルがあるので、ここはフリーズ合わせて先にしっかり折りつつ、大丈夫かな ?OK。援軍処理なんですけど、これ、アイゴレっていうところとキングが生きてくれてるおかげで簡単に処理ができますね。第1クロスのタゲも本来ならば、シューターこういう形で当たるんですけど、しっかりクイヒーの方でタゲ取れてるのでね。インビジブルとか使わないっていうのがこれあれですね。インビジブル使うとタゲがずれちゃうので、クイヒーのタゲはしっかりクロークも使わないとか。ターゲットをクイーンで拾い続けるっていうのが大事ですね。シューター生かすために。さあ、あとはここから、グランジョ明けのオールブレーカーを投げていきたいと思うんですが、来ましたね。届く。フリーズを使うことでしっかり奥まで。オールブレーカー。この辺なんかどっかしら奥の方につけたかったと思うんですけど、第1クロスの方ついてる。タウンクイヒ結構読まれてたのか、これはタウン裏に赤枠もたくさんあったので、ヒーラーが落とされてしまいまして、クイーンの方はここでストップしちゃうんだけど、十分ですね。十分です。さあ、上側ラバルトームを合わせていって、シューターから出てきたドラゴンライダーの方がね、このまま投石機を触ることができると。インビジブルもあるんでね、ロイヤルチャンピオンでも、ドラゴンライダーでも、どこにでもって感じですが、ドラゴンライダーと上げて、バル回ってきての前回ガーサス。タンク比した後のその先っていうのがね、見えれば、中心部穴開けでね、この辺、ぶっ破できるっていうところでね、タンク比が選ばれやすいというところでした。はい、というわけでね、今回は JWC からクイヒーをね、たくさん見ていきましたが、いかがだったでしょうか。どのアタックもね、レベルが高くて、ちょっと最初の方少し忘れちゃってますが、バスター使ったジャンプ型のクイヒーだったりとか、カズマくんのいつものウッドランチャー型とか、僕のやつもね、陸おでん型でぶっ飛ばしてった結果、ドラゴンライダーが現れたっていう話でしたが、どのアタックもね、すごいいいアタックだったんじゃないかなと思います。ターンホール15というね、難しさ難易度の特性上、やっぱり参考になるリプレイとかもね、やっぱそんなに多いわけじゃないので、いいクイヒのアタックたくさん集まってるんでね、ぜひ繰り返してみてみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネルまたお願いします。